この度5本の当たりの中、立て続けにマグロを逃し水揚げできたのは1本のみ。終了まで残り1時間と迫り、最後のチャンスにかけていた南兄弟。弟龍平さん、生けすのイカをさばき、船尾のオーニングに開いたイカを干していた。洋上にそよぐ青森の風物詩、イカのカーテン生っぴが潮風にさらされ、鳥魚自然界の嗅覚を揺るがし、そしてマグロの誘引へと導く戦法だ。海面を冷察集合の目で監視する南兄弟。白波一つ一つに神経を尖らす。日の出から船を流し始め7時間半が経過。マグロが現れると読み、兄義和さんが選んだ秘密の漁場。西日が遮ることなく孤高の漁船を照らし、ラストアタックの時を告げていた。守り札のごとき生っぴは奇跡の釣果へと誘うのか。龍神、西方丸の周辺にかすかにカモメの姿が現れる。魚が海面近くにいる兆候だ。南兄弟、一旦仕掛けを引き上げ入念な確認を行う。キャビン中央のソナーに細長い大きなシルエット。明らかにマグロの群れの反応だ。爆弾が宙に浮く。まだかかっているのか。手ぐすに強い引きが感じられない。またしても逃がしてしまったようだ。日の入りが迫り、操業リミットまであと30分。義和さん、ギリギリまでアタックを試みる。生っぴの匂いに誘われるかのように、船の真後ろに魚がピタリとついている。義和さん、左舷で流していた仕掛けに異変を感じ取る。何者かに疑似餌が噛みちぎられていた。水宝丸、惜しくもここで漁を断念。帰港の途につく。大間漁港では漁師ごとにマグロの漁獲枠を定めているため、
それぞれの漁師はマグロの価格相場や持ち枠のペース配分を考慮しながら沖へ出る。この旅で脂が乗った品質の良いマグロ300キロは確保したいところだったが、幾度のチャンスを逃してしまい、一本のみの収穫と不甲斐ない超過のまま帰路を余儀なくされた。これまで5時間を要していた漁場への道のりも遠出にも耐えうるよう船を改造し、3時間でポイントまで移動できるよう設備を増強した。天津さえ燃料代も上昇し、一本のマグロに対する重みがはるかに上がったのだった。マグロの鮮度を落とさぬよう全速力で疾走し、明かり小意識漁港に到着する。イカの生っぴに戦の汗が染み込んでいた。漁師が胸をなで下ろす時である。過酷な沖から戻り、仲間たちが緊張をほぐしてくれる。稲見兄弟、この度重なるドラマが起こったが、この一本のマグロが誇らしかった。脂が乗った本マグロ136キロ。第38水宝丸、不撓不屈の精神で次なる出漁を見据え漁法を立て直す。本州北限の津軽の海は連日のしけ。海峡に遮るものなく、まさに風の獣道に佇むマグロ一本釣りの町。最北の海を見守る龍神様が雪割り酒をたしなみ、夜の帳が深く降りた頃、水宝丸南兄弟、前回の不作を挽回するリベンジの旅へと忍びやかに沖へ向かう。早朝6時20分、日の出30分前、ポイントに到着。迷うことなくピンポイントで船を停止させ、腹をすかした朝一番マグロを狙う。水平線から日が昇ると同時に大量の魚群を探知。海中で魚の活性が上がる。荒波に揉まれながら引き流すこと1時間半。依然として動きがない。南兄弟、ここで仕掛けを回収し、ハリスの太さを変える決断。そこへ数本のマグロの影がくっきりと映し出される。絶好のタイミングでマグロを待ち受ける。潮の流れを読みつつ、進行方向と距離感の駆け引きが続く。
そして竜兵さんの目線の先に突如現れた鳥の山。この海の変が自然現象を待ち望んでいた。義和さん、静かに船後方の仕掛けを山に合わせてゆく。そこへ隠密屋敷が現れ、風の伝達をしていった。沈黙を破る炸裂音。南兄弟、この度一発目のヒット。若干小ぶりではあるが、水宝丸無事1本目の釣り上げに成功した。竜兵さんがマグロを締める間に、兄義和さんすぐさま仕掛けのセッティングだ。時刻はすでに12時を回り、6時間が経過しようとしていた。この量も苦戦する南兄弟。一発逆転の大物を狙いたい。右舷で流す爆弾と呼ばれる仕掛け。左舷の海中には獲物がかかるとピンクのマーカーが浮き上がる。その目印を何時間もの間目を離さず集中する。右舷側後方の爆弾が宙に浮いた。テグスが巻かれた浮きの弾部が飛び出す。
回っているか。回転を見ながら仕掛けを回収。ここで巻き上げ機とテグスを接続。針にかかっているのか。太陽の光に反射しながら銀の魚影が浮上する。幸運にも針が外れることなくマグロを射止めた。海面から頭を出したマグロの魚体。白くきれいなお腹をしているが、船内に引き上げる間も色がみるみると変色していく。巨大なマグロも命と鮮度劣化が早いという証である。船上に上げる前に同点からの神経締めは品質を極力落とさないための南兄弟のこだわりである。マグロにストレスを与えないよう速やかに船内に引き上げる。この時の重量は推定約150キロほど。脂の乗った肩のいいマグロだ。手際よくマグロの内臓を取り出し、体内の血液を透明になるまで抜く。わずか3分の熟練した技。まさに船上の板前漁師である。水深30メートル、ソナーが大量の魚群を捉えていた。釣りは運を引き寄せることも大事と、勢いそのままに次の獲物を取りに行く。次回連続で逃がしてしまった前回の悪夢から一転、この漁はスランプ脱出の起死回生となるのか。その時またしてもヤシチが大量の鳥を率いてやってくる。船の真後ろで一体何が起こっているのか。繊細一遇のチャンスに奇跡は起こるのか。 Fish on. Target lock on. 龍神